こんにちは、J リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。昨日、米市場が祝日でお休みだったんで、このチャンネルも今日はお休みにしようかなと思ってたんですけど、あまりにもね、パクられたミームがバカ上がってて何にもしないとそのことばっかり考えてしまうんで、なんかやることを詰め込もうと思って、結局動画撮ることにしました。ミームウォレットだけでですね、盗まれてから10倍くらいになってますからね。当初はね、盗まれた金額的に、世界で取り扱われている事件と比べると少ないから、犯人逮捕とかもね、ないんじゃないかなと思ったんですけど、今、まあまあな金額になってますからね。諦めずにね、依頼してますけど、金額によっては動いてくれるところも多くなりそうなんで、そちらはね、継続的に取り組んでいこうかなと思います。で、私の資金もですね、数日前に日本円入金してから、ミームの高騰でだいぶ回復してるんですけども、盗まれたものと比べると到底及ばないんで、やっぱりダメージはでかいですね。未だに消化の仕方がわからないです。とりあえずやれることを詰め込むしかないですね。このチャンネルの動画はコインポスさんの提供でお送りしております。コインポスさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、5月中の購入でかなりお得な価格で買える状態になってますが、概要欄のリンクから飛んでいただくと、さらにそこから 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、あとここから通常通り海外の状況を見ていきたいんですが、昨日米市場がお休みだったんで、ETF プロの更新はなしとなっています。なので今回 ETF を飛ばしてですね、市場全体に影響のありそうな話題から見ていきますと、この連休中もトランプの話題で持ちきりでしたね。リバタリアン党大会でのトランプの演説が話題になってまして、そこでトランプは現在終身刑を言い渡されているシルクロードの創設者ロスの原型と、また CBDC の禁止、仮想通貨の支持を表明しています。思わぬところで減刑される可能性が出たロスは X でですね、昨夜トランプは再選されれば、初日に私の刑期を減刑すると約束しましたと。ありがとう、ありがとう、ありがとうと。11年間刑務所にいた後、今の気持ちを言葉で表現するのは難しいですと。皆さんの絶え間ない支援のおかげで、私は2度目のチャンスを得られるかもしれませんと、X に投稿しています。で、この投稿は450万インプとめちゃくちゃバズってるんですね。日をごとにですね、トランプの仮想通貨側への振り切り方が大きくなってますね。で、この演説の動画がタイムラインで流れてくるんですけど、熱気がすごいんですよね。この支持派とブーイングが入り乱れてるみたいなんですけど、こんなところでね、その仮想通貨とか NFT の運営してる、ミームを大量保有してる大統領候補が仮想通貨を押したら、それは上がりますよね。日本じゃこんなのないですからね。あとは様々なミームが送りつけられてるトランプのウォレットが一時1000万ドルを超えたのも話題になってます。現在少ししぼんでますが、ここに入ってるマガなどもまた高騰してますね。今、ポリマーケットとかの賭け市場では、トランプ勝利の予想が上回ってって、また盛り上がってるみたいですけども、これもどうなるんでしょうかね。これも前回同様ですね、最後の最後までわからないと思います。大統領選が終わるまでトランプの煽りが続くのか注目ですね。ビットコインの価格は現在6万9000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、ドイツ IFO 景況感指数が予想の 90.3 に対して結果が 89.3 と、イスラエル基準金利は予想の 4.50% に対して結果が 4.50% と、ほぼほぼ予想通りの結果となったんですが、ドイツ i4 の結果が予想を下回ったことから、市場は若干ユーロ安に傾いたようです。各指数は先週から変わってませんが、一応振り返るとですね、米国債金利は 4.45 を推移しておりまして、ナスダックが 18,800、S&P500 が 5,300、ダウ平均が 39,060、金ゴールドが 2,330 ドル、日経平均が 38,600 円、ドル円が 156.8 円となっております。ビットコインの先物の方では大井が全体でプラス 1.2%、額としては340億ドル相当と、先週よりさらに増えています。比率としては全体ではショートが 53.4%、バイナンス民はロングが 60.2% と下寄りになっています。今後の指標としては本日5月28日に米コンファレンスボード消費者信頼感指数、5月29日にオーストラリア、ドイツの消費者物価指数、米リッチモンド連銀製造業指数、5月30日に南アフリカ中銀政策金利、アメリカ、スウェーデンの実質 GDP、ユーロ景況感、雇用統計などが控えております。市場全体で見たら株式市場は基調となってますが、トランプの熱気が収まらずですね、仮想通貨のミーム関連が爆上がっている展開となっています。ビットコインのチャートだけ見ると、先週末の時点で6万8000のコバを上抜けしてまして、このフェーズでもビットコインが強いのは本当に心強いという話をしましたけども、週をまたいでもまだ強さを維持しています。
昨日の北朝鮮のミサイルとかありましたけども、ほとんど影響なく推移してますね。円建ては相手値に迫り行くとなってますし、ドル建てでも一時7万ドルを突破と、トランプの後押しもあると思いますけども、この後バイデンもビットコインを押して、ETF の流入もまた多くなるシナリオになると、上への期待が膨らみますね。ただ株式市場が休みで、24時間やってる仮想通貨市場に資金が流れてるというパターンもありますんで、前もそんなのありましたよね。米市場が開けた瞬間に落ちるみたいな。短期時間足では毎回7万500で弾かれてますんで、ここを抜けるとなるとさらに強い形になりそうですけども、下パターンは7万ドルあたりで再度弾かれて、6万8000を下抜けするとなると弱くなりそうですね。ただ現在のバブル市場とアメリカの空気感を見るとですね、下掛けはなかなか勇気がいるのかなと思います。明日以降の ETF の流入に注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格が現在3870ドル、BTC 建ては 0.0559 と、先週末からさらに上がっております。先物の方ではオイが全体でプラス 0.7%、額として164億ドル相当、先週と比べると 10% ほど増加しています。比率としては全体ではショートが 50.8%、バイナス目はロングが 61.1% と、こちらも下寄りになっています。市場の方では先週に引き続いてですね、未だにスポットイーサ ETF が本当に取引開始されるのかどうか、またその後、アルト ETF が承認されるのかどうか議論がされてますけども、イーサは強くなってますね。昨日4万の攻防で弾かれた形となってますが、3800につく前に折り返そうとしてます。承認から取引開始までですね、事実売りで少し調整入るシナリオもありましたけども、ビットコインが強いというのもありますし、取引開始までひたすら強いというシナリオが濃厚になってきましたね。ただビットコイン同様ですね、米市場が開けるあたりで落ちる可能性もあります。チャートだけ見たら再度節目の4000ドルを超えるかどうかが焦点になると思います。ここを超えたら ATH コースですかね。下パターンは SEC 側から何らかのサプライズが出て、3600もしくは3200を試す形になるケースなのかなと思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからはその他の動向になります。先週からソラナや XRP のアルト ETF の承認が期待されてますけども、JP モルガンのアナリストがですね、アルト ETF の承認の可能性は低いという見解を出したのが話題になっています。JP モルガンのアナリスト、パニギルツォグルはですね、イーサリアムが証券として分類されるべきかどうかの曖昧さを考えると、SEC によるイーサ ETF 承認の決定はすでに限界があると、SEC はビットコインとイーサリアム以外のトークンは証券として分類されるべきだという強い意見を持ってるんで、SEC がソラナや他の ETF を承認するとは思えないと、コメントを残しています。JP モルガンいつも否定派なんで、特に驚くことではないですね。アルト ETF 承認派と否決派、様々な意見が出てますけども、私としてはスポットイーサ ETF が政治的な圧力による承認の可能性が高いという情報が出てからですね、今まで議論されていた中身がどうとか、そういうところがめちゃくちゃになってるんで、政治動向次第でアルト ETF は誕生するのかなと思ってます。ただその政治の裏のやり取りなんて誰もわからないですし、どっちが当選するかなんてね、最後までわからないんで、過度な期待をしない方がいいという感じですかね。次期 ETF 候補と言われているソラナは先日ですね、FTX は残りのロック付きソラナを全部売却したという話題が合わせて出てましたけども、それほど強くなってないんですよね。BTC だってはプラス 1.9% と、ジョイアルトの中では比較的強い方にはなるんですけども、他のミームの上がりと比べるとやっぱり弱く見えてしまいます。あとこれだけファンド揃ってもですね、この程度かと、ちょっと思ってしまいますよね。このソラナも再度上に向かって ATH 更新できるのか注目ですね。あとは陸上の十種競技の元世界記録保持者、ケイトリン・ジェイナーがミームコインを煽ったのも話題になってます。X アカウント、インスタグラムの両方でパンプファンで発行されたミームを煽ってます。このケイトリン・ジェイナーのフォロワーはですね、X が336万人、インスタは1560万人いますからね。そこらの仮想通貨インフルエンサーが煽るのとはわけが違いますから、こういうのもね、最近のミームが爆上がってる要因の一つになってますよね。こういう著名人の動きを見るとですね、やっぱりここがミームバブルのてっぺんあたりなんじゃないかと、ちょっと怪しく見えてしまいますね。毎回バブルのてっぺんは著名人が煽って終わりますから、連日に引き続いて AI ミームも伸びてますけども、トランプ系ミームも暴騰しております。これがいつまで続くのか注目ですね。あとここからアルト関連になります。ユニスワップがバランスシートを公開したのが話題になってます。米ドルが4047万ドル、ダイオ75万ドル、USDC を18万ドル、そしてユニトークンが73万枚、ドル換算で800万ドル相当です。これ収益を全部ドルで保管してたってことですよね。DEX 運用しながらビットコインとかイーサがないってその仮想通貨民からしたらあんまりイメージ良くないですよね。ここが半分くらいビットコイン試せたとかだったらですね、また状況変わったんじゃないかなと思いますね。今はね、企業がビットコイン買うだけで株価が高騰する時代ですから、これ見てちょっとって思う人がいてもおかしくないのかなと思います。
ユニの価格は現在 10.9 ドル、BTC 建てはマイナス 3.7%、時価総価20位ですね。イーサが BTC 建てで上がってる中、通常であればイーサ系のほとんどは上がるはずなんですけど、ユニは弱くなってます。SEC からのブレード通知とかもありましたけど、このバランスシートの影響もあるんじゃないかなと思っちゃいますね。ユニがここから反転できるのかも注目ですね。あとはトーンの TVL が3億ドルを突破したのも話題になってます。最近ノットをはじめですね、テレグラム、トーン関連のファンダ多いですけど、オンチェーンの状況もかなり資金が集まってまして、TVL は2ヶ月で10倍くらいになってます。トーンの価格は現在6ドル、BTC 建てはマイナス 0.3%、時価総価10位ですね。未だ高値を保ってますが、再度 ATH 更新できるのか注目です。あとはフレンドテックの創業者レイサーがベースチェーンから他のチェーンへの移行を表明したことでフレンドの価格が暴落してます。レイサー曰くですね、もともとフレンドテックとベースチェーン側のファーキャスターとの仲があんまり良くなかったらしくて、フレンドテックがローンチしたサービスに関してファーキャスター側はサービスを誤解してフレンドテックを激しく中傷していたと。なのでフレンドテック側はベースチェーンから早く他のチェーンに移行したいと言ってるんですね。レイサーはですね、ユーザーにとって大きな問題を引き起こすことなく、フレンドテックをベースから移行する方法を見つけた人に20万ドルを支払いますと、方針イベントまで公開してます。フレンドテックはね、ベースチェーンの代表的なサービスみたいなところありましたから、せっかくのブランドがね、創業者の市場で落ちちゃうみたいな感じに捉えられますよね。フレンドの価格は現在1ドル、かろうじて 1.5 ドルを推移してたんですが、数十%落ちた形になってます。時価総価483位ですね。他のチェーン移行後も価格を保てるのか注目ですね。あとは一時時価総額4000万ドルを超えてたミームのノーミーがエクスプロイト被害に遭いまして、トークン価格が 99% 暴落したのも話題になりましたね。タックス機能が悪用されて10億トークンがミントされてダンプされたと。その後犯人がですね、新たにトークンを発行してプロジェクトを再開すれば資金を 90% 返還すると開発者にメッセージを残してまして、その後ノーミーはこの要求を受け入れたとされています。ただ作ればいいだけだから簡単ですよね。海外勢はこのノーミーに100万ドル相当のお金入れた瞬間にエクスプロイトにあってゴミになったのが話題になってましたね。で、このノーミーの偽トークンと偽アカウントが乱立しててですね、どれが本当のトークンなのか見分けがつかないんですけど、これもね、復活するのか注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。